こんにちは、もずくです。今回の動画はコペマート島での島釘動画になります。前回作った続きに一度は作ってみたかった大きな湖を作っていきます。まずは作る場所まで移動していきます。作る場所はこの辺りで3段目、2段目、1段目を使って作っていきます。それではどうぞ。とりあえず縦6列分に崖を作っているんですけど、崖端に4本木を植えたいので崖を少し追加していきます。崖を追加したので次は木を植えていきます。間には低木を植えていきます。ちょうど崖の出っ張っているところに横向きに坂を設置したいので、そこまでの道を敷いていきます。次は崖の端をなるべくなじませたいので、半マスで配置できるウッドパーテーションを置きます。さらに密度を出すために木箱や樽、雑草に見立てた麦畑をまばらに置いていきます。あと階段から上がってきた時に右側に建物を設置したいので、中世の街並みを置いて建物を作ります。中にはハリボテっぽさをなくすために木と柱を置いて廃墟っぽくします。全体はこんな感じです。次は木を植えて、建物から右側はこれ以上進めないようにしていきます。さらに間には風車と低木を植えていきます。これで3段目はだいたい完成したので、次は階段を設置していきます。設置した後は少し微調整をしていきます。次は湖を作っていきます。かなり大きな湖になるので、最初はざっくりと作っていきます。地図で見るとこのくらいの大きさです。なんとなく湖ができたので、調整をする前に湖を展望できるエリアを2段目に作っていきます。まずはお借りしたウッドデッキの前デザインを敷いていきます。次は柵を立てていきます。次は木を植えていくんですけど、展望台から見た時に葉っぱが映り込むけど、湖は隠れない位置に木を植えたいので、ウッドデッキを1マス分減らして両端に L サイズの木を植えていきます。ウッドデッキの周りがまだ不自然なので、さらに木を植えていきます。
周りに木を植えたことによってかなり馴染んだと思うんですけど、まだまだウッドデッキと草地の境目が気になるので、麦畑を置いて馴染ませていきます。境目が隠れたことによって不自然さがなくなったと思います。次は家具を置いていきます。テーブルの足は少しでも手前側に密度が出るように向きを変えておきます。全体はこんな感じです。さらに展望台から見える位置にヨットを置きたいんですけど、どの向きから見てもいいようにヨットの下にはマイデザインを敷いておきます。次は木の間を低木と麦畑を使って埋めていきます。次は展望台から見える位置にお家を建てたいので、その土台を作っていきます。土台が作れたのでお家を移設していきます。展望台から見るとこんな感じです。少し形を調整していきます。最終的にこの形になりました。次はお家につながるように西部の街並みを置いていきます。周りには針葉樹を植えていきます。次は家具を置いていきます。入り口と分かる位置に素朴なパーティーライトを置いて、ここは養蜂場にしたいので、樽や蜂の巣、養蜂箱を置いていきます。次はお家の前と入り口にマイデザインを敷いていきます。さらに雰囲気を出すために雑草に見立てた麦畑を置きます。次は空いているところに低木を植えていきます。砂浜にはヤシの木ではなく針葉樹と雰囲気を揃えてバオバブを置きます。次はさらに後ろの景色を作っていきます。展望台を行ったり来たりして崖を作る位置を調整していきます。全体はこんな感じです。次はお家を設置します。次は木を植えていきます。1段目は手前側を小さい木、奥に行くほど大きい木にすると奥行きが生まれます。木を植えられない場所は低木で埋めていきます。そうすると展望台から見たときに物足りなく感じないと思います。
さらに遠くから見た時に見栄えのいい家具を置いていきます。崖肌を隠さない代わりにつるをかけていきます。後ろ側に低木を植えたので、手前側にも低木を植えてバランスをとっていきます。後ろ側のお家周りはまた今度動画にする予定です。最後に空いていたところに木を植えて完成です。最後まで見ていただきありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録、実写チャンネルの方もよろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしております。